はい、こんにちは、高弘です。今日は新大阪に来てます。新大阪って意外と取らないというか降りないですよね。もう新幹線使うための駅っていう感じで、大阪だと梅田難波とかは取りに行きますけど、新大阪に取りに来たのは初めてです。でもここ結構意外と穴場というか結構いいと思うんですよね。早速取っていきたいと思います。始まりました。都市と写真。今日は新大阪周辺で撮ってきます。新大阪は一言で言うとオフィス街です。そして歩行者用のデッキが駅周辺をぐるっと一周しています。このペデストリアンデッキを一周するだけでもかなり楽しめそうです。こういうところ、いかにも僕が好きそうな場所ですよね。こういう場所で考えることは、まず建物や構造物のラインを使うということ。そして晴れている日は面白そうな影を見つけるということ。そこに通行人をうまく配置するということです。ここでは階段途中でやや下を見下ろす角度で狙っています。人の配置はその時の運もあるので、枚数取ってから後から良いものをセレクトします。今度は階段を降りて角度を変えてこちらから撮ってみます。地面の影が面白い形をしているので、それを入れてみました。次はちょっと移動して新大阪駅のタクシー乗り場の下に来ました。階段に光が差しているのを確認。ちょうど人が通りそうということで、それを待って撮りました。階段途中から見える配管も撮っておきました。最後は北側のエリア。この壁を背景にシルエットショットを狙っています。できれば地面にできた三角形の光も入れたいです。ということで縦構図、広角で狙います。最後におばちゃん2人が通り過ぎた場面。カメラは映ってませんが、ここもしっかり押さえておきました。
ということで今日は7枚、いつものように自己採点とともに振り返っておきます。一番お気に入りは最後の写真ですね。これはだいぶ運に助けられた写真です。同じ場所で撮ったもう一枚の写真、男性のシルエットが入ったショットがありましたが、あれが当初撮ろうとしていた写真です。いつものように何枚も撮っている中で偶然おばちゃん2人がすれ違う形で画角に入ってきたので、その瞬間をとりあえず押さえておいたんですね。その時はほとんど手応えはなかったです。でも帰って家で現像する時点で、これはいいなと思いました。まず広角の近距離ショットということでインパクトがあります。光のおばちゃんと影シルエットになっているおばちゃんの2人が良い対比になっています。光の方はちょうど服装の部分だけで、顔は影になってほとんど見えません。プライバシーに配慮する意味もありますが、作品としても顔が見えない方がイメージする余白が残されていて良いと思います。光はおばちゃんのシャツ、花柄の派手なシャツを照らしています。そこの色は残したいと思ったので、全部白黒にするのはやめて一部はカラーのままで編集しました。どうでしょうか。近距離のストリートフォトはどぎつい写真になりがちですが、こういうふうに構図の美しさをしっかり保ち、それと光と影の対比を見せるようにやればかなり良いものになるなと思いました。上品さと迫力をうまく出せます。今回の動画で伝えたかったのは、数をこなしていれば偶然運を味方につけた写真が舞い込んでくるということ。それをセレクトの段階で見落とさずにすくい上げてあげましょう。以前の動画ではガチガチにイメージ通りの写真を撮るということが大切だと主張しましたが、今回の動画はその流れでイメージから外れた良い偶然を取り逃さないという話でした。一見すると矛盾する話に聞こえますが、この2つは全く同じアプローチから生まれています。まずは構図を決めて撮る。数枚ではなく数十枚、場合によっては100枚以上撮る。そうすれば確率的に良い偶然が起こりやすいですし、そうなった時に構図と偶然性の2つの相乗効果が得られるはずです。今日は新大阪での POV でした。楽しんでもらえたでしょうか。それではまた。